どうも皆さんこんにちは。今回のこの動画、なんかいつもと写りが違うの分かりますか？いつもこのシーンはソニー α7 Mark III を使って撮っているんですけれども、今回は富士フィルム XT3 を使って撮っています。今日本当は違うネタの動画を撮ろうと思って XT3 でサンプル動画を撮ってたんですよ。フィルムシミュレーションのエテルナを使って撮っていたんですけれども、後でパソコンでチェックしてみたら、なんか肌がやけにザラザラして映っていたので、いやいやもうちょっとマシに撮りたいなと思ってカメラの設定をいろいろ見ていたんですね。で F-Log っていう動画撮影機能を試したことなかったなと思ってそれを試してみたらちょっと肌がマシに映ってたんですよ。なのでそれが嬉しくなっちゃって皆さんにサンプル動画をシェアしようと思ってこの動画作ってます。今ご覧いただいているこのシーンも F-Log で撮ったものを Adobe Premiere Pro で後からカラーグレーディングしたものです。今喋ったシーンと同じものになりますけど、カラーグレーディングする前の元の F-Log 動画ご覧ください。どうも皆さんこんにちは。今回のこの動画、なんかいつもと写りが違うの分かりますか？いつもこのシーンはソニー α7 Mark III を使って撮っているんですけれども、今回は富士フィルム XT3 を使って撮っています。今日本当は違うネタの動画を撮ろうと思って XT3 でサンプル動画を撮ってたんですよ。フィルムシミュレーションのエテルナを使って撮っていたんですけれども、後でパソコンでチェックしてみたら、なんか肌がやけにザラザラして映っていたので、いやいやもうちょっとマシに撮りたいなと思ってカメラの設定をいろいろ見ていたんですね。で F-Log っていう動画撮影機能を試したことなかったなと思ってそれを試してみたらちょっと肌がマシに映ってたんですよ。なのでそれが嬉しくなっちゃって皆さんにサンプル動画をシェアしようと思ってこの動画作ってます。今ご覧いただいているこのシーンも F-Log で撮ったものを Adobe Premiere Pro で後からカラーグレーディングしたものです。今喋ったシーンと同じものになりますけど、カラーグレーディングする前の元の F-Log 動画ご覧ください。なんかサイドもコントラストも全部撮っちゃったようなすごくフラットな映像ですよね。で、なんでかわからないんですけど F-Log 設定で動画撮影すると ISO が最低640からしか設定できないんですよ。ダイヤルは200とかに合わせてあっても強制的に640ってなってました。なのでもっと背景をぼかしたいなんていう場合には ND フィルターを使うことになりそうです。ただいろいろ試してみたんですけどこの F-Log 結構大きく露出オーバーして撮影しておく方がカラーグレーディングがしやすかったです。F 値を絞ったりライトを弱くしたりして適正露出でも撮ってみたんですけど後々のカラーグレーディングが逆にしにくくなっちゃいました。なのでこの F-Log 動画は1段以上オーバーで撮ってます。今これ仕上がった動画をご覧いただいてるんですけれども画質悪くないですよね。私 XT3 はすごく気に入ってるんですけどこういうトークシーンの撮影では普段使ってないです。それについては別の動画で話しているので興味がある方はそちらをご覧ください。さて今日は短いんですけれどもここまでです。動画の内容を気に入ってくださった方はぜひまたいいねボタンで教えてください。それからインスタグラムの方もぜひチェックしてみてください。新しい動画出しましたとか新しいカメラ関連グッズ買いましたっていうお知らせはインスタグラムストーリーズの方でやっています。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。